分析員の皆様こんにちは。今回はミラブラッティの倒し方について解説していきます。また後半ではタイムを縮めるテクニックも紹介します。最後までお楽しみください。本動画の構成はこちらになります。お話しする内容はあくまでも私個人の考えなので、ご意見ご感想ございましたらコメントいただけると嬉しいです。それでは本編をどうぞ。ブラッティは人型のアーマー兵で、基本的には怠慢となります。近中円とバランスよく攻撃してきます。いずれも予備動作や対処法がはっきりした攻撃なので、よく見て回避しましょう。戦闘後半はバック攻撃や範囲攻撃もしてきますが、理不尽な攻撃はないので落ち着いて対処すれば OK です。ここで注意点が3つ。1、スキップはできない。2、デバフは解除される。3、攻撃の間を空けない。順に見ていきましょう。1、スキップはできない。ブラッティの HP バーはこのように2つに分かれています。間の黒い線まで HP を削ると、第1フェーズから第2フェーズに切り替わります。そしてこの線は切り替わりを示すとともに、ストッパーのようにも働きます。第1フェーズでどれだけ大ダメージを与えても、必ず黒い線で止まります。そのため、チェンシン極限をはじめとする一撃の大きさで戦うスタイルは少々工夫を求められます。2、デバフは解除される。ブラッティは第2フェーズ移行時、および第2フェーズ中は浄化セラムを使うようになります。これはブラッティの回復技のようなもので、自身にかけられたデバフを解除します。このデバフには様々なものが含まれています。代表的なデバフであるかぐややシグナスの支援技はもちろん、極限のヤスタックなども対象です。そのため、まめにデバフをかけ直したり、浄化セラムを再使用される前に倒す火力が求められます。3、攻撃の間を空けない。第2フェーズ移行時にもう一つ注意点が増えます。それは純血効果です。純血効果はブラッティと操作キャラに付与され、継続的にドットダメージを受け続けるようになります。一方で、相手にダメージを与えると体力を回復するようにもなります。つまり何もしないといつの間にか体力切れになるということです。また、攻撃を受けるとブラッティの体力が回復してしまいますので、コンスタントにダメージを与えつつ回避も求められます。裏を返すとブラッティも同じ状態なので、早く倒すこともできるようになります。攻撃と回避をバランスよく行うよう意識しましょう。それではおすすめの隊員を紹介していきます。まずはタッカー。ブラッティの体勢はこのようになっています。動力が一番おすすめ。時点で高熱と得意となっています。この条件からおすすめ隊員はこちらになります。接待ボスのため、もちろん秘月が一番おすすめです。前述の通り攻撃と回避をバランスよく行う必要があるため、移動しながら攻撃できる特性がとても生きます。それでいて爆発技の火力が高いので、デバフを消される前に倒すことも狙いやすいです。ランプも爆発技の強い動力アタッカーとしておすすめです。通常技中の移動が遅いため、ブラッティに追いつきづらい点で秘月に一歩譲りますが、秘月より育成が進んでいるようでしたら第一候補に挙げられます。工場ワークでは松葉目がおすすめです。マーキングした位置に弾丸が誘導されるので、移動しながらでも戦いやすいです。次にサポーター。ブラッティは硬いので解除されるとしてもデバッファーがいると良いです。理想はシグナスで、時点でかぐやです。また、純血効果によるドットダメージが厳しいようでしたらチビ表も選択肢に入ります。あとはタッカーと相性の良いバッファーを入れましょう。以上を踏まえてのおすすめ編成をご紹介です。まずは1番のおすすめ編成から。アタッカーに秘月、サポーターにチビ表とシグナスです。チビ表はドットダメージの軽減だけでなく、秘月の深角同調効果ともシナジーがあります。攻防一体のペアなので、ぜひ組み合わせてみてください。そしてもう一枠は万能サポーターのシグナスとなります。次のおすすめ編成はランプ軸です。サントツマジシャンがいれば最優先で組ませたいですね。厳しそうなら秘月と同じくチビ表とシグナスが候補に上がります。ランプは接近戦になるので、チビ表でダメージを軽減します。また、火力を生かすために、爆発技を打つ際はデバフが発動しているようにしましょう。あくまでも一例となります。他にもおすすめございましたらコメントしていただけると嬉しいです。まずブラッティには行動ガチャと季節付与攻撃があります。こちらに有利な行動パターンを引くとタイム短縮につながります。
逆に気絶攻撃を受けた際は迷わず再調整しましょう。また、浄化セラムと純血効果にも対策が必要です。まずは浄化セラムです。フェーズ切り替え時の浄化セラムは確定行動なので諦めましょう。デバフを使う際は最低でも1回はかけ直しが必要です。一方で2回目まではある程度の間が空きますので、その間に倒しきるのが理想です。また、シグナス使用時は初回の浄化セラム時にポイントがあります。まず戦闘開始時にシグナスの支援技をブラッティに当てます。その後ブラッティの HP を減らすと、無敵状態になった後浄化セラムを使われます。何もしないと浄化セラムを使われた瞬間から証拠遅延クールタイムが始まります。しかし、ブラッティが無敵状態になった瞬間に証拠遅延を手動解除すると、浄化セラムを使うまでの時間もクールタイムが進み、証拠遅延の再発動が早くなります。時間にして5秒くらいですので、スキルヘイストを積む前にこの立ち回りをおすすめします。純血についてはできるだけ攻撃を避けることで対応してください。まとめです。最近の傾向にたがわず固めのボスです。2回目の浄化セラムを使われる前に倒すのが理想ですので、育成も立ち回りも守りより攻めを意識してみましょう。というわけで本動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ご質問やリクエストなどございましたらコメントいただけると嬉しいです。匿名でお話しされたい方向けにマシュマロもあります。また、当チャンネルではストーリー解説やニューロン分析の動画投稿、毎週日曜の配信もしています。皆さんと一緒にスノブレ楽しんでいきたいので、ぜひ高評価やチャンネル登録もお願いします。それでは良きスノブレライフを。